ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今日は金曜日ですが、週末恒例の3日間イベントが無事に始まってくれて、ほっと安堵しているカーク信者です。先週の金曜日は、週末イベントがスタートしなかったので、今週もかなと身構えていましたが、取り越し苦労に終わりました。最近のイベントパターンは予測不可能だから、損をしないように気を配るのが大変だよ、あはは。さて、本日の話題は、戦闘時における、ペットの付け替え作業についてのお話になります。言葉で説明するよりも、実際にそのやり方をお見せした方が良いと思うので、まずは、この動画をご覧になってください。これは、アリーナでの実例になりますが、はじめは、普通に対戦相手を選択します。対戦相手を選んだ後は、普通なら、このまま画面右下の、バトルへ、と書かれた緑色のボタンを押すと、アリーナの戦闘がスタートします。この緑色のボタンを押す前に、キーボードのコントロールキーを押しながら、支援のペットを付け替えたいヒーローにマウスを合わせて、マウスの左ボタンをクリックします。そうすると、このように、バトル直前に、支援ペットを選択する画面が表示されるので、この状態で、支援ペットを変更することができるというわけです。なお、この画面は、ロシア産ゲーム独特の癖が現れていて、少々わかりづらい部分があります。例えば、カーク信者のアスタロスは今現在、ペットのオリバーを紐付けていますが、この画面では、ペットの欄に、オリバーの名前が表示されていません。どういったことかというと、この画面は、今現在のアスタロスが選択可能なペットだけが表示されているということになるのです。カーク信者は、アスタロスがペットのオリバーと紐付けできることを知っていますから、この画面にオリバーの名前が見当たらない時点で、今のアスタロスに紐付いているペットがオリバーだと把握できるのです。カークの例で、同じ説明をしますが、カークに紐付け可能なペットは、フェンリスとマーラになります。そして、この画面では、マーラしか表示されないということは、今現在のカークにフェンリスが紐づいているということを意味しているのです。おいおい、なんだかわかりづらいな。まあ、アリーナやアウトランドで戦う際に、事前にメイン画面やペットの画面に移動してから、ペットの紐付けを変更する苦労と比較すれば、コントロールキーとマウスの左クリックを使う方法は便利だと思います。先日の動画内で、グランドアリーナの隊の順番を、マウスのドラッグ操作で変更可能ということをお伝えしたところ、それを知らなかったというコメントを視聴者様からいただきました。このように、ヒーローウォーズでは、基本的なゲーム操作の説明がわかりづらい部分があり、こういった部分が、海外メーカーのゲームの特徴なのかなと感じています。昔話をするよ。カーク信者がヒーローウォーズの遊戯をスタートした2020年6月の時点では、日本語版すら存在していなかったのですから、そのことを思えば、今はかなりマシになった方だと思います。おそらく、サーバー14以前からヒーローウォーズを遊戯している人は、日本語版がリリースされる前からの、ゲームユーザーになるはずです。いやはや、日本人にとっては、暗黒の時代だったなぁ、あはは。そんな時代からヒーローウォーズの遊戯を楽しんでいるカーク信者ですが、まさか自分がヒーローウォーズの YouTuber になるなんて、その当時は想像すらしていませんでした。人生って何が起こるのか予想もできませんね。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、日本語版がリリースされる以前からのヒーローウォーズファンの人は、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。